っぱで起こされるんかいな。起床時間です。起きてください。06、05までに廊下に整列して点呼を受けてください。おい、茅森起きろよ。曲がりなりにも体調だろ。ゆすっても全然起きない。おっぱい揉んでも起きないわ。なんでちょっとセクハラしてんだよ。朝からどうしたんですか？奇跡だ、褒めたたえよう。その帽子すごい。おいおい、こいつのせいで遅刻して罰則とか堪忍やで。そうね、どうしよう。おい泉、親友やったらなんか起こす方法思いつくやろ。親友なんかじゃねえし。でもまあこれぐらいしかねえなってのは思いつくよ。とりあえずみんなは耐えろよ。何が始まるの？よし、目覚めたな。何だったの？こいつの好きな音楽流してハイにしてやっただけだ。まさか毎朝こんなんが続くんやないやろな。せやったら部屋変えてほしいわ。え？何かあったか？とりあえずお前がモッシュした。そんなことより朝食食いに行こうぜ。腹減った。その前に天子だろ。本当になぜお前が隊長に任命された？点呼を開始してください。1、2、3、4、5。問題ありません。なお今後点呼の時は隊長が最後に総員6名、現在員6名、欠員ありませんと言ってください。ふーん。じゃあありません。でもありません。わっかりやした。わっかりやした。でもありません。はい。よろしいです。軍隊は大きい部隊になると数十名、数百名になることもあります。いない人をいると勘違いしたまま戦闘に向かえば少ない戦力で立ち向かうことになります。ですので常に今何人いるかを確認するために点呼は重要です。集合時には怠らないようにしてください。怠りてー。今なんと。いや、なんもあれへん。では実質の清掃後0630までにカフェテリアに集合してください。清掃ってなんだよ。サッシの隙間を指でなぞってホコリが溜まってるか確認すればいいのか？姑か。はたき持ってはたくんだよ。ルンバ的な機械が空中飛んでやってくれるさ。残念ながらそこまで技術は進んでいないわ。真に受けるなよ。まだあいつら飛ばねえの？本気で聞いてた？じゃあセラフって武器使って吹っ飛ばしたら早くね？一掃はされるが部屋自体がなくなるわ。んだよ、面倒な暮らしだな。いつまでミミガーってなってんだよ。掃除はこれくらいでいいだろう。で、次はどこだっけ？なんか眠そうだな。大丈夫か？さっさとカフェテリアに行こうぜ。先にメイン通りに出てるからすぐ来いよ。おっと、こっちじゃないの？今日の予定は聞いているか？なんだい、また厄介事なのかい？最近そんなのばっかだね。おっと、こっちじゃないの？来たか。カフェテリアはここから学舎に行く途中にあるぞ。迷うなよ。
ったわね。行きましょう。お待たせ。別に待っていないわ。道がわからなかっただけ。さっさとカフェテリアに行きましょう。これが自販機。初めて見る。これは燃える。アイスまで売ってる。なんそれ。気になるけど、ご飯の直前におやつは怒られる。今日は空が澄んでんな。あんな遠くまではっきり見えるなんて珍しい。この基地以外はひどいありさまやな。先日の戦闘でいましたよ。何がですの？盾使いです。気になりますわね。先着いちゃった。カフェテリア入ろう。朝食はバイキングじゃないんだな。デザートもないじゃん。朝からデザートはいらんだろ。甘いものを食べたいお年頃なんだよ。みかんあるじゃそんな年寄り臭いもんじゃなくてさ。ん。だったらなんだよ。まず答える前に頭の中で考えよう。蜂蜜たっぷりのケーキ。蜂蜜たっぷりのケーキ。そりゃ食いたいよ。切ったら中からドバドバ溢れ出てくる。まさかの中か。かけてあるのかと思った。だったら普通じゃん。普通でいいだろう。中にはクリームとかフルーツ入れた方が美味しいだろ。確かに。ナイスハッキング。ハッキング能力なんて使ってないわ。自分ら何話しとるん？意味がわかりません。二人だけの世界。仲がいいのね。げえよ。とっとと食おうぜ。いただきます。司令官から集合命令が届いています。朝食後、31A クラスに集合してください。おい、ちょいちょい現れるお前。私ですか？お前以外に誰がいる？これからもちょいちょい現れるなら名前ぐらい名乗っておけよ。士官の七瀬七海と申します。いい名前持ってんじゃないか。これからはナナミンと呼ぶことにするよ。はあ。言ってよし。はい。こいつに聞いたらええんちゃうか？そうね。そうか。なあ、聞きたいことがあるんだ、ナナミン。はい。刀削麺は知っているよな。聞くことちゃうわ。ああ、片手に生地、片手に包丁を持って湯の沸いた鍋の前に立ち、生地を細長く鍋の中にそぎ落として茹でるやつですか。うせやろ。コピペでもしたかのようにこいつと一言一句たがわん説明やで。それだけ知ってて当たり前ってことさ。もっと聞くべきことがあったでしょ。うわ、お前に脱線してたところを正されるとすごく負けた気分だよ。そうだった。どうしてここには男がいないんだ？本当の声を聞かせておくれよ。なんでちょっと歌詞みたいなんだよ。基地ごとに男女が分かれているからです。なんやしょうもな。別れとるだけかいな。ほっとしましたね。ということはこの軍相当大きいということになるわね。想像もつかないわ。想像ぐらいしろよ、立場的に。では失礼します。ごちそうさまでしたっと。さて次はこっちか。こっちじゃない？おい、茅森、こっちだよ。一服してから行こうと思って。なんだよお前、喫煙者だったのかよ。なんかショックだ。シガレットチョコだけど。ただの食後のデザートかよ。そんなもんは後で食べなさい。はーい。
さて、次は学者だっけ？泉さん先見てくるって。行こう。ヘリなあ、一部隊に一機ってことやろ。いつになったら専用機もらえるんやろな。おい、学者はここだ。入ろうぜ。早く入れよ。遅れるぞ。右か？昨日は疲れました。このままだといつか破綻しますね。早く新人が使えるようになってほしいですね。月城さん？寝てます？先に入れよ。部隊長だろ。揃ったようね。まずはあなたたちが立ち向かう敵について知っている限りのことを教えておきます。手短に頼む。なぜ？しょんべんちびりそうなんだ。先に言っておけよ。では要点だけ説明します。そんな要求が通った。キャンサーは非常に高い再生力を持っている。我々が感知できない高次元からエネルギーの供給を行っている説が有力とされているわ。知能は地球上でいうところの下等生物並み。本能に従い我々知的生命体を動物的に捕食するのみ。ただ繰り出される攻撃に関してはやはり高次元から得られるエネルギーが使われているとされているわ。その時役立つのがセラフの防衛機能。我々はデフレクタと呼んでいます。デフレクタはキャンサーの攻撃の方向をそらしダメージを軽減または無効化してくれる。ただデフレクタは一定量のダメージを受けると消失する。その状態で攻撃を受けたらひとたまりもないわ。そん時はランニングトゥホライズ。どういう状態だよ。いや、地平線に向かって走っていくだけだから地は連想されないだろ。なのでデフレクタが消失したら即退避。これは厳命よ。またセラフの召喚によって身体能力は飛躍的に向上するわ。訓練も受けていないあなたたちが戦線で戦えるのはその恩恵があってこそよ。でもメリットばかりではないわ。セラフを使い続けていると鼻血が出ます。そのまま戦い続けると死にます。一晩寝れば回復するので鼻血が出たら安全圏まで即時撤退しなさい。そしてあなたたちが守るべき人類について各地にドームと呼ばれる拠点を作りキャンサーから隠れて生活しているわ。キャンサーはその外角から発せられる波長のようなもので敵味方を判別しているとされている。だからキャンサーの外角を利用した防壁を周囲に張り巡らせることでキャンサーから気づかれにくくしているわ。ただドームも絶対に安全とは言えない。セラフ部隊が出動してドームを守ることも大切な任務。ただしドームの人たちとあなたたちセラフ部隊が交流することは禁止されているわ。違反すれば軍法により厳しく罰せられる。なんで交流しちゃいけないの？まずセラフは危険な武器であることを分かってちょうだい。制御を誤り暴走させてしまった時彼らの命を奪いかねない。説明は以上よ。理解できたわね。全く。でしょうね。詳しいことは資料室で確認できるから自由時間に自習しておくように。次に
通信方法について説明します。電子軍人手帳はもう知ってるわね。ああ、電池ね。完全防水加工がされてるんだったよな。そう。その電子軍人手帳には通信機能も付加されているの。それも覚えておいて。あなたたちが作戦行動やコミュニケーションで相互に連絡を取れる機能が内包されている。セラフ隊員はリンネと呼んでいるわ。リンネ。リングインテルサットニューロンネットワークエボリューショナリーの頭文字を取って名付けられた。だっけか？正解。そして今は失われた技術の名前でもあるわ。残されたものをだましだまし使っているの。使い方は簡単よ。電子軍人手帳でアプリ越しに文字情報をやり取りするだけ。ストリーミングや音声通話にも対応しているわ。そんなもんなくてもうちのサイキックで直接脳に声送ったるわ。怖えからやめてくれ。要は SNS だろ。使えりゃ何でもいいよ。作戦行動中の指示は電子軍人手帳の通信機能を介して無線で行います。常に通信を受けられる状態にしておきなさい。ただし基地内はアンテナがあるから問題ないけど、外に出たらそうはいかないわ。一部のキャンサーが妨害電波を発しているせいで、昔みたいにどこでも通信がつながるわけじゃない。なので通信状況を意識しながら行動するように。あとたとえ基地内であっても通信に使うエネルギーはとても貴重よ。むやみに使用に使ったら肉体労働で返してもらうから、そのつもりでいなさい。強制労働は嫌です。そうだ、反対反対。使用で使いまくらなければ大丈夫だろう。あまり使わないのも作戦に支障をきたしそうだがな。実際の利用方法の説明は七瀬さんよろしく。はい。皆さんの電子軍人手帳のここを開いてください。以上で説明を終わります。続いて今後のカリキュラムを説明するわ。最初の1週間はエミュレーター施設、通称アリーナでの仮想訓練。これで戦闘に慣れてもらう。2週目は実際にキャンサーとの戦闘を経験してもらい、実戦投入に備える。もしかしてめっちゃ大変じゃない？ええ、死ぬ気で取り組むように。ずっと適当に生きてきたのに。頑張ってもらわないと人類が滅びます。ついに本気を出す時が来たか。うちもや。こりゃ燃えるで。さらにもう一つ、茅森部隊長、あなたにはプロフェッサー制度の任命権があることを説明しておくわ。あなたたち 31A の部隊レベルを強化するための制度よ。他の部隊の隊員に支援を要請し、一時的に戦闘に参加してもらうことで戦闘ノウハウを享受してもらうわ。お互いの戦闘技術や経験の享受はセラフ部隊の生命線、いえ人類の生命線とも言える。よってこの制度は何よりも優先されるわ。支援を要請されたセラフ隊員は断ることを許されない。教わりたい人に確実に教えてもらえるってことね。茅森さん、あなたがこう言えば相手はあなたに手を貸してくれる。 31A 部隊長の権限において誰それをプロフェッサーとして招聘する。つまりそういえば相手は嫌がろうが私の意のままってことだな。言い方が不穏すぎるだろ。逆にあなたたちも他の部隊長からそう言われたら従わなければならないわ。肝に銘じてちょうだい。そんな働いたら負けだと思っていたのに。2位とか元艦長なら必死こいて働けよ。この制度があることは忘れないように。本日午後は戦闘訓練となるから、昼食を済ませたらアリーナに集合して。アリーナの場所は七瀬さんに聞いて。よし、昼ご飯の時間だ。まずトイレに行けよ。ちびりそうだったんだろ。引っ込んだ。引っ込むか。お待ちかねのランチタイム。早森さん、ご飯行きましょう。よしておく。そんな。気が変わりましたか？変わってない。そんな。なんだ。ダメだ。
お前の思考回路のことか。ああ、昼に一緒についてこいって言いたいのか。私がついていく。ストーカーか。怖えよ。こっちの部屋も別の舞台なのかな。どんなメンバーがいるんだろう。一緒に昼食行ってあげてもいいわよ。いや、ただ話しかけただけ。そう。行く気になったよね。いや、ただ話しかけただけ。そう。残念ね。ルカさん、一緒にカフェテリアに行かない？いけないことをしよう。何言っているの？一緒に行ってくれるの？いけないことをしよう。熱でもある？なんや、うちと昼飯食いたいんや。めいめしいやっちゃな。ま、付き合ってやってもええで。別に行きたくない。そう答えると思っとったわ。こっちから願い下げや。まだなんかあるんか？話しかけただけ。ただのアホやな。なんだこの人だかりは。もしや購買部なのか。今日は買うのやめとこう。変わったぜ。早く行きましょう。おたまさんは何食べるの？迷ってます。お先にどうぞ。一緒のにして仲を深めたいから待ってる。ではパパッと決めます。決断力だけで生き抜いてきたようなものなので。どっちかな。こっち。いやいや、こっち。こっち。いや、こっち。選べない。めっちゃお待たせしてすみませんでした。いいよ。おたまさんの悩んでる姿見てるだけでも楽しかった。いつもは光よりも早く決めるんですよ。今日はたまたまと言いますか。ただお昼休憩がもうすぐ終わるから早く食べなくちゃならない。ほんとすみません。うまい。めっちゃ仲が深まったような気がする。そうですかね。何度見てもすごい。そんなに自販機が珍しいの？私はずっと戦艦にいましたので。なるほど。興味深い。昔はね、一つ買うとルーレット的なものが回って当たるともう一本出てきたりしたんだよ。喉が渇いたら買うものなのにさらに出てくる。潤い方になりませんか？そういう時はだいたい友達にあげるんだよ。
そうすれば1本分で2人潤える。でも一人で買ったらやはり潤い方になる。その場合は1本無駄だね。だからなくなったんだろうね。それが自動販売機の歴史なんですね。勉強になる。午後はアリーナに集合だったな。眠。知ってた？アリーナは学者の先よ。知らなかったわ。ついに私たちの力を見せつける時が来たわね。そうでギースね。目に物見せてやるでギースよ。奥に見えるあのでかいのよ。まるでドームみたいやな。ここがアリーナか。集まったわね。今から戦闘訓練を始めます。ちょい待ちんや。着替えとかせんでええん？制服のままやで。私に至ってはマントを重ね着しています。動くとすごい汗をかきます。なら脱げ。言ってなかったわね。それはただの制服ではないわ。体を動かしてみなさい。どんなに動いても突っ張ったりせえへん。伸縮性がすごい。なんて動きやすいの。お値段以上だ。なんでちょっとニトリなんだよ。しかも買ってもないだろ。支給品だろ。海軍支給のマントが突っ張る。なら脱げよ。分かってもらえたかしら。その服は戦闘用に開発されたスーツでもあるの。このまんまで戦えるってことかいな。よーし、誰のセラフが一番強いか殴りっこしようぜ。最終決戦兵器壊れるわ。ついに司令官が切れたぞ。セラフは人類の生存を託したこの世界で最も尊いもの。それで殴り合うだなんて、お前の頭くるくるパーか。ああ、こいつくるくるパーなんだ。許してやってくれよ。私をかばうなよ。怒られてんのはお前だよ。なお、戦闘訓練では七瀬もあなたたちを指導するから必ず従うように。よろしくお願いします。お、来たな。こっちのチーム入れよ。向こうは相川一人だ。とっととやっちまおうぜ。聞いとらんわ。おじけづいたかよ。ただの数の暴力やろ。皆さんが戦うのはキャンサーです。どこにいるの？ AR と磁力により疑似的に出現させます。それは本物と同等の強さです。あたしらのセラフの攻撃は効くの？皆さんのセラフもデータ上解析済みです。現実と同じ効果を疑似キャンサーに与えることが可能です。つまり死ぬことのない実戦です。ただ、あなたたちの弾き出すデータ次第で今後の訓練が変わる。手を抜いたら後悔するわよ。怖い。真剣にやれってことだな。一人でも力尽きたら敗北となります。デフレクタが消失したらどうするべきか分かっていますね。地中に手を突っ込みガイアエネルギーを補充する。そんなエネルギーは存在しません。はい。では答えは？仲間の首を切り落とし、むき出しとなったデフレクタユニットを拝借する。デフレクタユニットといった回路は存在しません。はい。あと殺人です。ごめんなさい。では答えは？回避する。その通りです。デフレクタが消失したものから退場してください。アリーナで命を落とすようなことはないけど、
レフレクタが尽きたら回避することを訓練から徹底して体に叩き込んでおくように。せやないと実戦で死ぬってことかな。ですね。肝に銘じておきましょう。それからレフレクタを消費することで一定距離瞬間的な移動が可能よ。我々はこれをトランスポートと呼んでいる。ただし長距離の移動や連続使用はレフレクタの消費量が指数関数的に増大するからすぐに空になってしまうわ。連続で使えるのはせいぜい3回といったところね。使いどころを見極めなさい。では七瀬さん続けて。皆さん、セラフを呼び出すためのセラフィムコードはちゃんと覚えていますか？忘れた。電子軍人手帳に書いてあります。確認してください。それも忘れた。肌身離さず携行するようにと言われていませんでしたか？それも忘れた。お家はどこ？それも忘れた。くるくるパーカー。ああ、また切れさせた。許してやってくれよ。これでもこいついいところもあるんだよ。だから私をかばうなよ。怒られてんのはお前だよ。では改めて聞きます。セラフィムコードは覚えていますね？覚えてるよ。言うよ。ちょっと待ってくれ。結構本気で忘れてるじゃねえか。よく思い出すんだ。キャンサーの伝説はこれから始まる。キャンサーの伝説はこれから始まる。不吉すぎるわ。そのようなセラフィムコードは設定しません。でしょうね。電子軍人手帳に記載されているので確認してください。私の伝説はこれから始まるか。私はハローワールド。私は真実は一つと限らないね。うちは救世主様のお出ましや。私は天下一品。なんでラーメン屋みたいなのでしょう。カレリンは後で言う。電子軍人手帳をかざしてそのセラフィムコードを唱えるとセラフを召喚できます。普段もポンポン召喚していいの？何に使うんだよ。背中がかゆい時とか。別のもので書けよ。そうだな。肌荒れしそうだもんな。もっとすごい弊害がありそうだろ。強力な決戦兵器なので兵士は使用しないでください。なのでむやみにセラフィムコードを口にしないようにお願いします。ちなみになんで私の伝説はこれから始まるなんだ？結構成功して自ら自したのにオワコンの遠吠えみたいで情けなくなるんだけど。皆さんの士気が一番高揚する文言をこちら側で設定させていただきました。どうやってそれを調べたっていうの？3ヶ月の検査期間でこちらが割り出しました。口にもしていないのに何を根拠に？事実呼び出せています。確かに。頼むから疑う姿勢を崩すな。そろそろ訓練を始めるぞ。これよりアリーナ起動シークエンスを開始します。その場から動かないでください。5秒前。4、3、2、1。それでは皆さん、電子軍人手帳を天にかざしてセラフィムコードを唱えてください。私の伝説はこれから始まる。救世主様のお出ましや。ハローワールド。真実は一つと限らない。天下一品。呼吸をするように息の根を止め。どうだ。ルカちゃんウィンド。楽勝。すごい。こんな力が出せるなんて。こんなんうち一人でもええやん。人類救うのちょろかった。動作テストを兼ねていたので
今のは最弱の敵ですよ。これからもっと強いのが出てくるの？はい。今後の訓練ではもっと強くて硬いのがワンサかと。うへー。うちらがすごいんとちゃうかったんか。みたいね。人類救うのちょろくなかった。簡単ならここまで人類は追い込まれていないわ。我らセラフ部隊は人類最後の砦よ。我々が倒れれば一般市民に犠牲が出ると心得なさい。とはいえ今日はまだ訓練続けます。次の敵は先ほどの最弱クラスよりは強くなっています。敵の防御力が高ければ耐えられ、反撃を食らう危険性が上がります。攻撃力が高ければ一撃で戦闘不能に陥って不利になる恐れがあります。直接攻撃だけではなく阻害、味方への援護、回復などあらゆる手段を念頭に置いてください。了解。まだやり足りぬ。切り刻む。一手よしです。そうさすが。一気に行こうぜ。好きにはさせへんで。ルカちゃんウィン。期待していた以上の数字は出なかったわね。だとしたらなんだ？いい予感がするな。普通悪い予感だろ。それじゃあ基礎体力も鍛えておきましょう。ほら見ろ。この後は場所を変えてもらうわ。覚えることいっぱい。無駄にでかいのはユッキーのおっぱい。どさくさに紛れて変なこと言うな。あなたたちは近いうち実戦へ参加することになるわ。けど今のままではセラフの能力に振り回されてしまうでしょう。そうならないための訓練プログラムに参加してもらいます。そんなものまであるの5日後に実戦参加への適正試験があるから、当座の目標は試験合格ね。今日の戦闘とは比べ物にならない難易度。気を引き締めて取り組みなさい。うへー。それじゃあ七瀬さんよろしく。ではジムに案内します。ところで戦闘前に一人さ、怖いセラフィムコードを唱えてなかったか？そう？気のせいか？さっさと移動しなさい。軍隊みたいだ。軍隊です。茅森さん、急ぎましょう。茅森さんが自由すぎるだけです。ふれあい通りの方ですよ。ナナミンが待ってるから戻るか。ナナミンが待ってるからふれあい通りに行こうかな。ナビが大量に。本当でキ色がくすんでるわね。ーす。曇り空のようでキース。なんだか悲しい色でキース。あいつらにそんな感情なんてないよ。この先は森になっとるようやな。深そうやわ。ま、今はどうでもええわ。さっさとジム向かおうや。そこにいるの昨日の先輩だよね。威圧感があるね。相変わらず怒涛の自販機君。ジュースにアイス、なんでもござれだ。ハンバーガー？なんそれ。ハンバーガーが気になって仕方ない。ジムに行かなきゃ。でもハンバーガー、デサイズハンバーガー、どんな状態で出てくるのか気になって仕方がない。茅森さん、
この上はショップです。ジムは隣の入り口ですよ。間違えないでください。やっと来たか。早く入ろうぜ。ではこのマシンを使って腹筋をしましょう。笛に合わせて100回行います。その必要はありません。茅森さん、なぜですか？逆に弱体化するからです。どんな体だよ。もう疲れが取れない年頃なんだよ。取れることは保証しますからやってください。はい。はい、100。うわー、あったー。次は腕立て伏せです。その必要はありません。茅森さん、なぜですか？今やったから。今のは腹筋です。次は腕立て伏せです。鍛える部分が全く異なります。逃れようとするならもっとマシな理由で臨めよ。はい、100。うわー、あったー。次はバーベルを使ったベンチプレスです。休憩を兼ねて小1時間リッツパーティーを開いてもよろしいでしょうか？いいと思いますか？おおむね。残念ながら平和ボケしていると司令官に報告したくなるレベルです。巻き込むな。ごめんなさい。はい、100。うわー、あったー。お疲れ様でした。本日の訓練はこれで終了です。あかん。不覚にもフラフラやわ。この私が立っていられないなんて。食欲も湧かないほどね。こんなきついのって今日だけだよな。これだけきつくてもついてこられるかを確かめたんだよな。私らそれに十分答えたよな。もういいよな。いえ、これぐらいのことはこなしていってもらいます。普通の女子高生に戻ります。普通の学校はどこも閉鎖してますが。そんな世界だったのかよ。知らなかったのか。初日にちゃんと司令官の話聞かせてやるべきだったな。そうだよ。ユッキーが話しかけてきたから聞いてなかったよ。はあ、腕がつった。あれ、夕飯がバイキングじゃなくなってる。ほんとだ、給食になってる。ただの歓迎だったみたいね。あんなにごちそうがあったのに、カレーのり弁と刀削麺だけで腹を満たしちまったよ。滑稽やな。十分満喫してるラインナップだろバイキングがいい。こんなのやだやだやだ。う。そんな子供のようにあからさまにダダをこねるなよ。それで隊長やってんのが驚きだよ。でも普通に美味しい。陸の上はご飯が美味しくていいですね。これで食事までまずかったら式に関わるわ。あ、このじゃあご飯はおかわりし放題ってことじゃね。よーし、パパたくさん食べちゃうぞ。お前のテンションは折れ線グラフのようにガッタガタだよな。絶対それがバンド解散の原因だろう。アリーナで訓練しようかな。こんばんは、茅森さん。訓練に来たのですか？そうだよ。自由時間なのに熱心で偉いだろ。起動準備するので少々お待ちください。
疲れ様でした。ルカさん、時計塔を見に来てたの。今日の数字が気になっちゃって、どれぐらい減ってるのかなとか、まだ大丈夫かなとか、実感とかはまだないけど、早く強くなってキャンサーをやっつけないとだね。頑張ろう。星の導きを感じます。なんでツッコミが私だけなんだよ。疲れるよ。いよいよ蹴りつけようかな。だそうだ、柳。はい、かしこまりました。茅森さん、宿舎に戻らないの？私は一人になって真剣に考えてた。でもわからなかった。そもそも何がわからないのか、もう少し考えたいから一人にしてくれない？ござる。夜風が気持ちいいですね。まだ初日だというのに、なんだか皆さんとずっと戦ってきた、そんな気がします。茅森さんとならきっとうまくいく、そんな気がするんです、私。みんな聞いてくれ。ああ、困ったもんだね。もっと強くならな。どいてどいて。どうせ一人になります。わずかな証拠も見落としません。摂取許容カロリーは聞いてくださる？ええ、なんなりと。軍略を持って上昇。やりたいデッキ。なあもう、その辺にしておきな。以上の定理で答えが導けます。おい、殺すぞ。さっさとしろ。疲れた。くったくただよ。まるで軍隊じゃねえか。軍隊だっつってただろ。たったの一日がこんなに大変だなんて。もうダメぽ。お前は海軍にいたんだろ。一番弱音吐いちゃダメな立ち位置だろ。あとなんでそんな古いネットスラング使う？なんでこんなとこに入っちまったんだよ、クソ！断っておけよかった。お前もスカウトされたのか？ああ、どうしても私の力が必要だって言うからさ。ならそんな投げやりになるなよ。え？なんでさ？だって人類のピンチだぜ。手をこまねいて見てるより自分の力でどうにかできるならしたいじゃないか。別に地球一つぐらい滅んだところで知ったこっちゃないけどな。人類なんて見てらんねえよ。なんで紙視点なんだよ。お前も滅ぶ側だからな。そういうのまとめて考えるのをやめにしたんだ。バンドのボーカルやめるときにさ。なんだよ、すごく過去にヘビーなことありましたよっていう振りじゃないか。そう、あれはちょうど17の夜だった。なんでちょっと尾崎豊なんだよ。それ以来どうにでもなれって破れかぶれになったんだ。階層でも挟んだつもりか？ああ、そこそこヘビーな過去をな。お前寝てただけだぞ。グガーってな。あれ？頭がシャッキリしてる。夜寝ないで済む。寝てたからな。
そこそこヘビーな過去は？こっちが聞きたいよ。そうね。今は情報が欲しい。みんながここにやってきた経緯を話して。私のは話せないけど。まず言い出しっぺが話せよ。職業上無理。お前こんな時だけ情報員の立場守りに来んなよ。でも仲間なんですし、そろそろお互いのことを話しておいた方がいいと思います。うちはかまへんで。どうする茅森？仲間と言われたら確かに。話そう。そして今よりもっと仲良くなろう。仲良くなってへんわ。まず言い出しっぺの不詳私めから話させていただきます。私は戦艦こてつ丸の艦長を務めておりました。その年でそんなんに着任するん可能なんかいな。一つだけ可能だ。デザイナーベビー。その通りです。何それ？大型搭乗兵器の指揮に特化して生まれてきた子供たちのことだ。ナノマシンと半導体を併用し、演算能力の向上とデバイスに神経接続が可能と聞いてはいたが、実用化されてたのか。でも今はこの世に私一人だけとなってしまいました。私に適応したこてつ丸も沈んでしまいましたし。なんやよ知らんけど、そんな見てくれでえらい目に遭うてきとるようやな。もう一度居場所を与えられたのですから、自分の役割をしっかり全うしていきたいと思っています。よろしくお願いします。ああ、よろしく。次は私が話すよ。小さい頃からハッカーをやってて、人助けみたいなことをしてた。高校になった時、オーキッドっていう組織に勧誘された。いろんな犯罪を未然に阻止する義勇団みたいな、噂にだけは聞いていたすげえハッカー集団だ。そのオーキッドに入って独裁政治家の不正を暴いたり、麻薬カルテルを壊滅に追い込んだりした。極めつけには核兵器が使われようとしている情報を入手して阻止してやった。すげえ。すごいです。でもまあそのシステムが厄介でね。こっちの精神もやるかやられるかの勝負だった。核発射を阻止してからは休養してた。あまりに疲れてたんだろうな。死んだように寝ていた。そこを襲われたんだよ。不覚だ。次目覚めたのは病院さ。そこにスカウトが現れて、キャンサーから人類を救うためには私の力が必要だって誘われて、ここに来たってわけだ。ユッキーも大変な目に遭ってきてるんだな。次はうちや。お願いします。小さい頃からサイキック能力に目覚めとったうちはサイキック集団にスカウトされたんや。すごいです。すごかったんはうちより周りやったけどな。でもそこから努力してリーダーの予知能力者にしてこう言わしめるまでになったんや。うちが救世主になるってな。ということは努力の天才でもあるんですね。せや。つまりうちは救世主になるべくしてここに来たっちゅうこっちゃ。茅森に対抗してきたんじゃなかったのか。目障りなんはずっとや。うちがくすぶっとった時から天才少女やー言うてもてはやされて、こっちはどんだけ努力しとったかっちゅう話や。恵まれすぎてて悪い。そういうんが腹立つねん。じゃあ次は私な。まず話す前に頭の中で考えよう。私はキャンサー寄りのマリオネット。キャンサー寄りのマリオネットさ。だったら敵だわ。誤解を招く表現をしちまったようだな。招くに決まってんだろ。とにかく音楽が好きで今に至る。次誰？はしょりすぎだろ。え？私が知ってるだけでも16歳でシーズレジェンドのギターボーカルとしてメジャーデビュー。アルバムはその年の新人賞を総なめ、ツアーも大成功。なのに突然の解散を発表があるわ。そりゃあったけどさ、結局歌が好きで歌ってただけで取り巻く状況が変わっていっただけだぜ。解散理由は？メジャーデビューは果たしたものの、プロモーションでテレビやラジオに出たり
PV 撮影やらで忙しくなって音楽活動に集中できる環境じゃなくなってさ。見入りは良くなったけど恩恵はそれぐらいで、メジャーで活動し続ける意味を感じられなくなった。その程度の話だよ。なんだよ、それだけかよ。次誰？私ね。私はゲームが得意なだけの普通の女子高生。ただその才能だけを買われてスカウトされたの。キャンサーを倒すのってゲームみたいな感覚に近いの？うん。向かってくる敵を返り討ちにするコツとか同じ感覚。そんなリズムじゃなくシャニムに戦ってた気がするが、今時のゲームはそういうものなのか。うん。残るは東条、お前だけだが。私は諜報員であることが全てよ。でもお前だけ秀でてるものがなさそうで、スカウトされた理由が謎なんだよな。何か実績でもあるのか？そりゃ諜報員だもの。諜報活動に長けているのよ。そうはとても思えないんだよな。まあまあ、そこがつかさっちらしくていいじゃん。つかさっち。うん、そう呼ぶ。すでに朝倉のことはカレリン、私のことはユッキーってさらっと愛称呼ばわりしてたな。私もすでにおたまさん呼ばわりですし。せやったらうちはめぐみ。んな呼ばれ方されたことないわ。いいじゃん。これからは一蘭卓勝なんだしさ。一蘭はラーメン屋だろ。一連卓勝。そう、ここからは運命共同体だ。教えてやったんだから使いを言い換えるなよ、反抗期か。結束力を高めるためにみんなのこと愛称で呼ぶ。私のこともルカって気軽に呼んでくれよな。これで一通り話したわね。うん。そうですね。仲も深まったことだし、じゃ寝るか。そうね。どうやしんど。おやすみなさい。ってあれ、目が冴えて全然眠くならない。さっき寝てたからだろ。仕方ない、遊ぼうぜ。スカッシュとかさ。こっちは眠いんだよ。いいから黙って目閉じてろよ。なんでこんな夜にスカッシュなんてアグレッシブな運動しなきゃならないんだよ。わかったよ。ユッキーは冷てえな。悪夢でも見てうなされろ。やめてくれ。それが彼女の最後の言葉になるなんて、この時は思ってもみなかった。また聞こえた。相川、お前か。うち関西弁やからちゃうで。ああ、だから標準語になると今みたいな声になるのかと思ってさ。この愛らしい声が鳴るか。不気味。やはり信じるしかないよね。何を？妖怪座敷わらしを。頼むから、そんなスピリチュアルなものを信じるな、諜報員。無理ぽ限界。そのツッコミどころ2つ入れてくんのやめろ。こっちが疲れるから。ユッキー、お前が一番うるさいからな。いい加減寝ろよ。またかよ、理不尽だ。ほら、うるさい。はいはい、寝るよ。訓練よりツッコミの方がしんどいぜ。人類救う頃にはすごい達者になってるぜ、きっと。寝てたのにできるわけないだろ。バカか？次は問答無用で寝坊させてやるよ。なんだよ、カッチーンときましたみたいな顔して。カッチーンと来たんだよ。そんなことより朝食食いに行こうぜ。腹減った。それより天子だ。行くぞ。は？嘘！初めて隊長っぽいことを言った。お前らどんだけびっくりしてんだよ。行くぞ。そんなに空腹だったのね。さっさとカフェテリアに行きましょう。蜂蜜たっぷりのせんべい。
蜂蜜たっぷりのせんべい。食い合わせ悪すぎだわ。どう美味しいよ。一人でチャンネル作って試してくれ。蜂蜜たっぷりの羊羹。蜂蜜たっぷりの羊羹。うまい可能性はあるが、私は食べたくない。今度ユッキーに作ってくる。全く聞かない子だな。やるなら一人でチャンネル作って試しなさい。はーい。ロールしてあるケーキ。ロールしてあるケーキ。すなわちロールケーキだろ。うん、それ巻き巻きなの。巻き巻きではないだろ。巻きぐらいだろ。巻き巻きの方が絶対美味しいよ。今お前と同じ絵が浮かんでいるのが不安になってきたわ。ロールしてある羊羹。ロールしてある羊羹。見たことないわ。だから食べてみたいのさ。そんなもんが出てくるはずないだろ。ロールしてあるせんべい。ロールしてあるせんべい。何のためにロールされてんだよ。独特の食感を生むため。せんべいに独特の食感いらんわ。そんなこと言ったら濡れせんべいの立場は？あれは独特だったな。ロールもありかもしれん。だよな。カレー味のケーキ。カレー味のケーキ。混ぜるな、危険だわ。なんで食後にメインの味を味わわなきゃならないんだよ。でもケーキだよ。なら普通のケーキにしてくれ。カレー味の羊羹。カレー味の羊羹。ありそうだけど嫌だわ。きっと美味しいよ。一人でチャンネル作って試してくれ。カレー味のせんべい。カレー味のせんべい。カレーせんじゃねえか。デザートというよりおやつだろ。3時に食べなさい。どうしてここには男がいないんだ？本当の声を聞かせておくれよ。なんでちょっと歌詞みたいなんだよ。すでに説明したことだけど、重要なことなので改めて確認するわよ。敵は宇宙という体内に発生したがん細胞。そこからキャンサーと呼ばれているわ。キャンサーにはこれまで人類が生み出してきた兵器による攻撃が一切通じなかった。その結果、人類は敗退を繰り返し、地球上の陸地の大半が彼らに支配された。日本も例外じゃない。九州と北海道が壊滅し、この国も敵の手に落ちようとしていた。けどその寸前に人類は新たな兵器を開発した。それがセラフだったわね。お前同じ情報を繰り返し言っただけだからな。お前の口からはまだ新情報は何一つ出てきてないからな。その通り、サンプルを採集したが、どのようなレーザーや爆弾をもってしても傷つけることはできなかった。いえ、傷つけてもすぐ再生してしまう。それについては我々が感知できない高次元からエネルギーの供給を行っている説が有力とされているわ。ちょっとは驚けよ。そいつと戦うんだぞ。セラフだけはその次元にまで到達し、供給源ごと断つことのできる唯一の兵器なの。そんなのどうやって見つけたのさ？科学者たちの研究によって解明された。別次元を感知できない人間がこれ別次元に到達してるじゃんってどうやって確認したんだ？あなたが思っているより科学者たちは有能なの。キャンサーは高次元からエネルギーを受け取っているとしても、知能は地球上でいうところの下等生物並み。本能に従い我々知的生命体を動物的に捕食するのみ。ただ繰り出される攻撃に関してはやはり高次元から得られるエネルギーが使われているとされているわ。 Go to heaven。 なのでレフレクタが消失したら即退避。これは厳命よ。仲間がピンチの時ぐらい助けてやりたいじゃん。許されません。冷たすぎね。それだけあなたたちは貴重な戦力ということよ。セラフの召喚によって身体能力は飛躍的に向上するわ。訓練も受けていないあなたたちが戦線で戦えるのは、その恩恵、人類の未来はセラフを操れるあなたたちにかかっている。それを自覚するように。やん、望むところや。誰よりもキャンサー倒して人類救ってるわ。とはいえメリットばかりではないの。
それがもう一つの死ぬケース。休まずセラフを使い続けていると鼻血が出ます。それはとても危険な状態であるというサインです。鼻血を確認したら即座に安全圏まで撤退しなさい。一晩休めば回復します。鼻血が出ただけなのに？セラフは強力がゆえ、それだけリスクも高い武器ということよ。なので味方の鼻血には気を止めるように。先生、誰々くんが鼻血ですみたいに？ええ。小学校か。そしてあなたたちが守るべき人類について。あなたたちが軍にスカウトされてからセラフ部隊に配属されるまでの検査期間の間にかなり情勢が変わったの。各地にドームと呼ばれる拠点を作り、キャンサーから隠れて生活しているわ。あんな大勢の人たちが？人類残存メーターを見たでしょ。すでに1000万人を切っているの。数字にされてもピンとこなくて。隠れる言うてもどないしてキャンサーから隠れとるんや？キャンサーはその外角から発せられる波長のようなもので敵味方を判別しているとされている。だからキャンサーの外角を利用した防壁を周囲に張り巡らせることでキャンサーから気づかれにくくしているわ。じゃあキャンサーの外角で作った鎧を着て戦えば一方的に攻撃できるんじゃない？さすがに相手もそこまでバカではないわ。最初の不意打ち程度なら使えるかもしれないけど、すぐに敵と判断される。そうなれば重いキャンサーの外角をまとったまま戦わないといけなくなるわ。いいアイディアだと思ったのに。そんなことはすでに思いついて試した後だろうよ。ただドームも絶対に安全とは言えない。偵察中のキャンサーに気づかれたり大型キャンサーの通り道と重なってしまうこともあるの。そうした場合はセラフ部隊が出動してドームを守ることも大切な任務。ただしドームの人たちとあなたたちセラフ部隊が交流することは禁止されているわ。違反すれば軍法により厳しく罰せられる。なんで交流しちゃいけないの？まずセラフは危険な武器であることを分かってちょうだい。制御を誤り暴走させてしまった時彼らの命を奪いかねない。確かにセラフって物々しいもんな。そしてそれを操りキャンサーを倒すあなたたちは人類の希望よ。そんな存在がドームに現れたらどうなると思う？サインなら書き慣れてるよ。その程度では済まない。大騒ぎになるでしょう。私たちでも？ええ。ドームの秩序を乱すことも今は危険なの。よく覚えておいて。はーい。小学生か。 Go to hell。 なのでレフレクタが消失したら即退避。これは厳命よ。退避する。その通りです。レフレクタが消失したものから退場してください。覚えてる。確かキャンサーの伝説は底なしの守護。キャンサーの伝説は底なしの守護。奴らはアルコールなど摂取しない。そのようなセラフィムコードは設定していません。でしょうね。キャンサーの伝説は意外と達筆。キャンサーの伝説は意外と達筆。んなわけあるか。そのような意味のわからないセラフィムコードは設定していません。ですよね。私の伝説はこれから始まる。私の伝説はこれから始まる。正解です。私の伝説は底なしの守護。私の伝説は底なしの守護。お前未成年だろ。はい。そのようなセラフィムコードを設定するわけないだろ。でしょうね。私の伝説は意外と達筆。私の伝説は意外と達筆。そうなのか？違います。であればそのようなセラフィムコードは設定するわけないだろ。そうですね。あなた方の悲劇はこれから始まる。あなた方の悲劇はこれから始まる。不吉すぎるわ。そのようなセラフィムコードは設定しません。でしょうね。あなた方の悲劇は底なしの守護。あなた方の悲劇は底なしの守護。私が酒で憂さ晴らしをしているとでも？おいおい、またキレさせるようなこと言うなよ。あなた方の悲劇は意外と達筆。あなた方の悲劇は意外と達筆。
なぜそれが悲劇なのだ？だって今は書くより入力する時代じゃん。そのような意味のわからないセラフィムコードは設定していません。でしょうね。ふれあい通りの方ですよ。はい。いい返事で頼もしい限りです。信頼度のパラメータが上がった。そんなパラメータ存在しねえよ。はい、100。あったー。次は腕立て伏せです。はい。相変わらずいい返事で頼もしい限りです。また信頼度のパラメータが上がった。上がんねえよ。はい、100。あったー。次はバーベルを使ったベンチプレスです。はい。相変わらずいい返事で頼もしい限りです。また信頼度のパラメータが上がった。マックスに達してナナミンとエッチなことができる関係になった。はいはい。ユッキーもすでにマックスだからさ、そんな顔すんなよ。嫉妬とかしてねえよ。疲れたからであります。では5分ほど休憩を挟みます。結局やんのかよ。疲れたら避けられるとでも思ったか。部隊長様だぜ。そこまで偉くねえよ。人類史上類を見ない音楽好き。人類史上類を見ない音楽好きさ。そこまで自負できるのもすげえな。人類史上類を見ない殺戮マシン。人類史上類を見ない殺戮マシンさ。もはやキャンサーよりお前の方が脅威だわ。誤解を招く表現をしちまったようだな。人類史上類を見ないマリオネット。人類史上類を見ないマリオネットさ。どんだけ自分を蔑むんだよ。もうちょい自信持ちいな。うちのライバルやろ。ああ、とにかく音楽が好きで今に至る。次誰？ただの音楽好き。ただの音楽好きさ。とにかく音楽が好きで今に至る。次誰？ただの殺戮マシン。ただの殺戮マシンさ。怖えよ。ちげえだろ。キャンサー寄りの音楽好き。キャンサー寄りの音楽好きさ。なんでキャンサー寄りなんだよ。あいつら音楽聴かないだろ。キャンサー寄りの殺戮マシン。キャンサー寄りの殺戮マシンさ。もはや敵だわ。ただのマリオネット。ただのマリオネットさ。誰に操られてんだよ。いろいろ業界的に。レコード会社とか。うわ、ファンだったのに闇の部分を聞いちまった。お肌の手入れだけはしろってうるさくてさ。いい人たちじゃねえか。自分ら何の話しとるん？やべ、ミーハーみたいになってたじゃねえか。今はお前がここに至る経緯を聞いてるんだよ。